も大学です。本日も動画ご覧いただきありがとうございます。今回 Apple Watch シリーズ7のデザインだったりですね、iPhone 13、13シリーズのカラーの情報がね、出てきましたので、こちらね、解説したいと思います。9月あたりにかけてですね、Apple の発表会が、ありそうということでですね、Apple Watch シリーズ7の本物にこれ近いんじゃないかっていうね、レンダリング画像がね、そういったデザインがね、出てきたので、まずね、前半は見ていきたいと思います。また iPhone 13とかね、13 Pro に関してですね、カラーバリエーションですね、どういった風になるのかって、僕も気になっているんですけども、こういったものになるんじゃないかっていうね、情報もね、出てきましたので、こちらも一緒にね、見ていきたいと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。この機会にですね、ぜひチャンネル登録していただくとですね、本当に僕がね、死ぬほどもう本当に死ぬほど喜びます。ありがとうございます。通知ベルもオンにすると最新情報が届きやすくなりますので、またコミュニティ機能でですね、Apple 製品をはじめとしたお得なセール情報とかも届きやすくなりますので、ぜひ通知ベルオンにしてね、お待ちいただければと思います。あとTwitter も日々こちらもタイムリーにね、発信しておりますので、こちらもフォローをね、お待ちしております。ということで、まずはちょっとね、現在発売された Apple Watch のシリーズ6ですね、についてなんですが、今、一番売れてるね、スマートウォッチということになってます。2021年の第2四半期、今年なんで4月から6月の間ですよね。この、スマートウォッチ市場でのシェアがですね、なんと50%、半分以上はね、もうみんな Apple Watch というね、っていうことがですね、ストラテジーアナリティクスっていうね、会社の調査で分かったんですけども、Apple Watch の今年の第2四半期なんで、4月から6月、3ヶ月間で、世界での出荷台数ですね、売れた数ってもうどれくらいだと思いますか？はい。これなんとですね、950万台ということですね。これなかなかすごいですね。一応去年の同じ時期、グラフがあるんですけども、一番上のこの 6.5 っていうのが、650万台ということなので、46% ね、同じ時期に、去年の同じ時期に比べて増えたということですね。300万台ぐらい増えてるんでね、なかなかすごいですね。一応Apple のそのスマートウォッチ市場でのシェアですね、全体で何%ぐらいね、使ってるのか Apple Watch みたいなところで言うと、大体 52% ぐらいね、なってるというところですね。一応2位がね、サムスンで、だいたい10%、11% ぐらい。で、3位がガーミンで 9.8、だいたい 9% が 8% ぐらいっていうことで、完全に圧倒的ですよね。ガーミンとかは、日本でもちょっと出てきたりしてるんですけども、普通の人多分ね、知らないですよね。一応スイカとか使えたりね、できるんですけども、一応他のメーカーも出荷台数はね、このご時世もあってですね、サムスンとかもね、200万台、50% 増えたりとかはしてるんですけども、やっぱりね、ちょっと Apple Watch が強すぎるっていうね、ところですよね。この数字を見ても、ここ3年ぐらいでやっぱりね、ほんと Apple Watch つけてる人ね、めちゃめちゃ増えたなって思いますね。これもですね、2015年にね、Apple Watch 初めて出て、確か発売日とかに買ったと思うんですけども、当時学生だって東京にね、いたんですけども、その東京でもね、つけてる人ほんといなかったですからね。見たことなかった自分以外でっていうぐらいだったんですけども、そう考えるとね、今本当に例えばちょっと電車とか乗ると、つけてる人大体やっぱりいたりするんで、6年でね、やっぱここまで本当変わったんだなっていうね、本当スマートウォッチ持ってる人の半分ぐらいはね、Apple Watch だということになりますと。はい。ではじゃあその人気の Apple Watch がですね、どうなるのかって今後いうことなんですけども、Apple Watch のシリーズ7ですよね。次期 Apple Watch についてですね、来月ですね、9月の登場が濃厚ということなんですが、これいろいろとね、出てきております。どうなるのかっていうとですね、以前の動画で解説した通りですね、インドのメディアの91モバイルズっていうところから Apple Watch シリーズ7の CAD 画像というのがね、出てきました。こちらはですね、いわゆる設計図になるんですが、これがね、仮に本物だとするとですね、本当にこれに近いデザインになるということになります。今回もおそらく、ここら辺の CAD 画像を元にして、作られたものですね。フォンアリーナというサイトからですね、レンダリング画像というものがね、出てきております。つまり、予想される、デザインっていうのが出てきたので、ちょっとこれを見ていきたいかなと。個人的にもね、ちょっと見てみたんですけど、本当にね、これ結構、こんな感じになるんじゃないかなと思いますね。はい。で、こちらが、記事のね、トップ画像なんですけども、シリーズ7は、おそらく今までの Apple Watch で最大のデザインの変更とか行われるんじゃないかなっていうね、ところですよね。特徴としては、今までの本当この丸みを帯びたですね、デザインからスクエアエッジって言われるですね、要するにね、四角い、そういったデザインになる可能性が、高いんじゃないかなと思いますね。というのはやっぱ Apple 製品がどんどんね、この四角いデザインっていうか、採用していってるんですよね。これがやっぱ2018年の iPad Pro に始まりまして、僕も使っている iPhone この12シリーズもそうなんですけども、久々にね、iPhone とかも四角いデザインをね、採用してですね、iPhone 5とか以来だと
思うんですけども、やっぱ結構好評だったりしてですね、実際にその売り上げとかも結構好調だったり、するんですよね。やっぱ Apple はですね、やっぱ製品により本当にデザインにね、統一感というか、その一貫性を持って作ってくると思うので、これまででやっぱ流れを見るとですね、やっぱ四角いデザインにね、やっぱ Apple Watch もなるのが、自然な流れなのかなと思いますね。一緒に iPhone と Apple Watch とか、iPad とかね、やっぱ持ちたくなりますよね。特にね、今回の画像でこう際立つのが、この画面の大きさですよね。これがレンダリング画像とかでわかるようにですね、大きくなるんじゃないかなと。で、Apple Watch の本体部分は、ケースっていう風にね、呼ばれてるんですけども、今のモデルは 40mm と、44mm っていうね、2つのサイズ展開になってるんですが、次のシリーズ7では 41mm と 45mm の、ケースサイズになると言われております。アプローチのね、シリーズ4でもケースのサイズが変わってですね、2ミリ大きくなって今のデザインにね、変わったんですけども、つまりやっぱデザインが変わるってことをね、これ結構意味してるんじゃないかなと思いますね。もしかしたら本当大きくなることで、バッテリーが増えたりとか、容量もちょっと増えるんじゃないかなとか言われておりますと。ただ個人的にはね、バッテリーね、そんなに変わんないんじゃないかなと思いますけどね、1ミリちょっと大きくなったぐらいで、そんな劇的に変わるとは思えないんですよね。Apple Watch はね、やっぱり充電が持って2日とかなので、そこはやっぱちょっとね、増やしてほしいね、ところであると思うんですが、そしてですね、気になるシリーズ7のこの発売日について、発表ですよね。発表についてなんですが、iPhone 13ですね、13と一緒に同じ、やっぱ9月の発表会っていうね、濃厚なんじゃないかなと思います。以前も話したんですけども、EAC ですね、ユーラシア経済委員会の、そのデータベースの方に、未発表の Apple Watch と見られるね、このなんか番号の登録があったということなんですよね。これどういうことって言いますと、ユーラシア地域ですね、主にロシアとかですよね。ユーラシアのそこの地域で、暗号された技術を使った、採用した、製品を販売する場合ですね、例えばそのスマートフォンとかパソコンとかになると思うんですが、そういったものをEAC っていうね、委員会の方に事前にその登録しないといけないんですね。こういうの売りますよっていうの。製品の発表の数週間前から、数ヶ月前にこうやって登録されるっていうのが、通例となっているということなので、これなんで逆に言えば登録されたってことは、じゃあ数ヶ月後とかに新しい製品が出てくるんじゃないかなっていうことが言えるということなんですけども、そうなってくると気になってくるのがですね、iPhone 13じゃあいつね出るのかっていうことですが、一応 Apple のイベント、おそらく iPhone 13 Apple Watch のシリーズ7とかの発表がですね、一応現地時間の今のところは9月14日の火曜日、日本時間の9月15日の水曜日のそれ午前2時とかになると思うんですが、なるかと思いますと。もう一応ライブ配信とかね、しようとは思ってるんですけども、最近結構ねコメントでよく聞かれるのがApple Watch SE のね登場あるのかどうかっていうところなんですけども、Apple Watch SE っていうのは安いモデルで出てる Apple Watch になるんですけども、僕も今使ってるんですが、大方予想では今年はSE はないんじゃないかなが多いですね。個人的にも登場はねないんじゃないかなと僕も思ってます。新型その出すにしてもそんなにね進化して変わる部分がねちょっとまず少ないなっていう、どうやってこう新しい製品として出してくるのかなっていう疑問、こういうところなんですよね。発売してからまだ1年っていうところなんで、価格に関しては下がるかどうかっていうのもね、正直ちょっと微妙なところなんですよね。7が出たことで値段が下がるかもしれないっていうね、考えれなくもないんですが、おそらくシリーズ3が今販売されてるんですけど、安いモデルで。それがなくなって、そこにSE が多分ね、入るっていう形になると思うんですが、2万円、今シリーズ3が2万円ぐらいなんで、じゃあ2万円ぐらいまでちょっと落ちるかっていうと、そこまではちょっと考えづらいようなね、気もするんですよね。どちらかというと、なんかシリーズ6、今のモデルが、価格が下がるんじゃないかなと思いますので、おそらくシリーズ6が1万円引きぐらいとかで入ってくると考えると、そういった真ん中になって、そうなると個人的に SE の価格はね、そんな下がらないんじゃないかなと思いますね。だいたい今4万7000円ぐらいのものが3万7000円ぐらいにシリーズ6はなると思うんで、そうなると SE がね、3万2000円、3万円前後になるんで、そうなると価格差がね、だいたい5000円、5、6000円とかになってくると思うんで、そうするとね、そういう並びにするとシリーズ6買った方がなんかお得なんじゃないかなっていう風になんか見えるんですよね。そっちをなんか買わせる戦略をね、僕だったら取るかなっていうか、アップルもなんかそういう風にするんじゃないかなっていう気はしてますね。別に SE そこまで下げる必要はないかなって、下がってくれた方が僕らとしては嬉しいんですけど、ということでですね、アプローチシリーズ7、皆さんはね、これどう思いましたかね。またこれアプローチ SE 出ると思いますか？ぜひね、ご意見など気軽にね、コメントいただければと、質問とかあればもらえればと思います。iPhone これ
れ13についてなんですけども、皆さんこれ気になるですね、僕も気になるんですけど、カラーバリエーションの話が出てきましたね。じゃあ何色が出るのかとか気になるじゃないですか。カラーについて中国のメディアのね、マイドライバーズっていうところからですね、出てきたんですが、まず iPhone13 のですね、13のミニとかカラーから見ていきたいと思います。一応全部で6色の展開ということのようなんですが、今と同じですね。ちなみに今の iPhone12 のカラーは、6色展開で、ホワイト、ブラック、ブルー、グリーン、新しく出たパープルとかでプロダクトレッドっていう感じなんですけど、赤色ですね。なんですけども iPhone13 は新色としてですね、オレンジに近いですね、コーラルと、イエローグリーンというものが追加されるかもしれないということですね。なので今のはねブルーとグリーンがなくなってさっきの新しい2つが入ってくるということになるかもしれません。このカラバリね見てちょっと思ったんですけど、数年前に出たiPhone XR の時ですね、これと同じカラーの選択肢と一緒なんですよね。コーラルと、コーラルがちょっとオレンジっていう感じなんですけども、あとイエロー、グリーンイエローっていうなんか書き方されてたんですけど記事では、これ結構僕も好きな色だったんで、ただちょっとグリーンがね淡い感じでねいい色なんで、今ちょっとなくなる寂しい感じがするんですけど、 iMac のねあと例えば2021年のモデルで、イエローとかねオレンジ、実際にこれ登場してあるので、その統一感とかっていうね、ところで考えると結構ありえそうかなっていうふうには僕も思ってますね。結構 iMac のカラーとかに近い形になるんじゃないかなと思ったりはしてるんですけどね、やっぱその統一感とかさっき言ったように考えると、一応レンダリング画像がですね、こんな感じでカラーごとにね結構作られたりしてるんですけども、この画像の色だと結構色の強めなね濃厚な感じ濃すぎるかなと思ったんですけども、もうちょいなんか柔らかめな、ね、感じになるような気がしてますけど、その見た目の変化とかで言うとですね、背面のこの2つのデュアルカメラがですね、縦に並んでたのがこう斜め、ね、対角線上になるんじゃないかなということで、これどうやらカメラのセンサーですね、センサーシフト式の手ブレ補正っていうのがおそらく入るのでこうなるんじゃないかということで、一応 iPhone12 Pro Max に搭載されている機能なんですけども、要するにデジタル一眼カメラとかにね入っている機能なんですけども、それが一応 iPhone にも入っているっていうものが一応全モデルにね今回はなるっていうことで、その搭載でその搭載の影響なんか対角線上にするみたいな話があるんですけども、あとは画面の上のですね、この切り抜き黒い部分ですね、ポコってなってるノッチって言われますけど、この小さい部分、そこがやっぱ小さくなるっていうぐらいですかね。基本的にはやっぱ今の iPhone12 とその大きくデザインは変わるってことはないと思います。ということで、では最後にですね、iPhone13、こちらプロの方ですね、こちらのカラーバリエーションちょっと見ていきたいと思うんですけども、こっちも一応現在と同じ一応4色展開になるということなんですが、ちなみに今の iPhone12 Pro のカラーバリエーションはですね、グラファイト黒色ですね、でシルバーでゴールドで新色のパシフィックブルーっていうね感じなんですけども、一応 iPhone13 次のプロではここにサンセットゴールドとローズゴールドというものが追加されるんじゃないかということですね。なのであとはグラファイトがもしかしたらなんかマットブラックになるとか言われたりしますが、その黒色系とあとシルバーとなんでサンセットゴールドとローズゴールドの4色展開という風に、ね、なるんじゃないかということですね。今ちょっと思ったんですけど、ゴールドはねこれ2つあるんだけどどうなんですかこれ、中国で売れるからゴールドをしたのこれローズゴールドが一応多分女性向けのカラーっていうことになってると思うんですけどね、ローズゴールドは結構ねなんかこれ本物それっぽいね画像っていうのが結構出てきたりしててですね、これを見る限りやっぱかなりなんか良さそうなね淡くてこうなんか大人なカラーなんですけども、落ち着いている印象、過去にもやっぱローズゴールドのアップル製品っていうのねあったりしたので、例えば iPhone6S とかですね、MacBook とか、あと今 iPad Air 4もですねローズゴールドのカラーがあるので、それに近い結構淡い感じとかにね、なるんじゃないかなと思いますね。あとサンセットゴールドなんだけど、これがどこまでねちょっとそのギラついてくるのかっていうのはね注目かなっていうところで、iPhone12 Pro のゴールドも側面は結構ねギラギラしてるような光ってるようなデザインなんですけども、表面は結構なんか落ち着いたようなねちょっと淡いような印象なので、そこまで多分下品な感じっていうのはねなんないと思うんですけども、マットブラックもね結構期待してたりもするんですけど、どうせ買うんだったら僕はサンセットゴールドとかになるのかなと、新色買いたいよねっていうところで、個人的にそんなギラついたやつあんま好きじゃないんですけど、結構分かれるじゃないですか。たまにねスマホぐらいちょっとギラついててもいいかなみたいなキンキンはちょっとあれだけど上品な感じだったらいいかなみたいな。なんで今回は、僕としては iPhone13 の方ではなくて、プロの方、13 Pro の方かなというところで、理由としてはやっぱり画面のね 120Hz への対応というところですかね。これ画面がね要するに1秒間に120回書き換わるものになるので、今のは60Hz っていうので、60回なんで倍になってるんですよね。要するに画面がゲームとかするときに特に滑らかにね見えたりするんですけども、ようやくこれが iPhone に来るんじゃないかと言われてますので、実際も Android
Android とかにね、もう結構もう数年前からある機能なんで、その機能自体そんなすごい目新しいものではないんですが、この 120Hz がプロモデルの方にね、だけにおそらく搭載になるだろうということなので、なんでプロ買おうかなというところですね。ただ正直そこら辺ね、気にならない人は全然 iPhone12 とか、11とかでもね、全然十分ね、コスパいいですから、本当に無理に変える必要はね、全然ないと思いますけどね。9月にね、発表会ですね。こちらもさっき言ったようにライブ配信ちょっとしようかなと思ってますので、新しくね、やっぱもちろん登場したらここが違うとか、こうやって選んだ方がいいんじゃないかとか、解説動画ですよね。そういうのだったりですね。もちろん自分も購入してね、レビューしますので、使ってみてここが良かった悪かったみたいなところですね。なので、新型の iPhone、Approach とかね、MacBook とかを含めてですが、これ気になる方ぜひ今のうちにチャンネル登録していただいてですね、通知ボタンオンにしてね、見逃さないようにね、ちょっとお待ちいただければと思います。ということで、こちらの動画少しでもね、役に立ったなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ほんといつもね、励みになってます。いつもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。